池田大作さんは少年時代どんな子供だったんでしょうか。どうしてそんなことを考えるの？ A、生き仏のような人だって学会の人が言ってたんです。生き仏のような人だったら子供時代も立派な子供だったんだろうなって思ったので、なるほど、ここに山崎正智という人が書いた本があるわ。懺悔の告白というタイトルがついてるんだけどね。この人は創価学会の顧問弁護士をして池田大作さんの側近中の側近と言われていた人よ。この本を読むと何か出てくるかもしれない。ちょっと調べてみてわかりました。私は部長の指示で懺悔の告白を読んでその内容に仰天した。部長、あの本読んでみてびっくりです。何かわかったの？池田大作氏は自分の出自や経歴を平気で偽ったり作り変えたりしてるんです。あら、そうなの。山崎氏の調査によると、池田大作氏は昭和3年1月2日東京都江原郡品川区の零細な海苔製造業者の五男として生まれたようです。貧乏人の子だくさんの家に育った池田大作氏は、教師や学友の証言によると、これといって取り柄のない学校の成績も中の上といった子供だったみたいです。池田大作さんが山崎氏に自分の家系について話したことがあったそうです。それによると、池田家は武士の出で、その子孫が大森に来て、海苔屋を始めた。家紋や系図を調べると、先祖は源氏の流れを組む武士であったとか。ほう。それで、しかしその後、山崎氏が調べると、それは全くの作り話であり、池田家は数代先まで東京湾で海苔採集や漁師をしていたということです。それじゃあ、由緒正しい血統書付きの平民の出ということじゃないの。そうなんです。また自分の名前も変えています。池田大作氏の戸籍謄本には、名多作を大作と変更、昭和28年11月5日受付とあります。池田大作氏は生まれてから25年間、多作が本名であったのを、何らかの理由で大作に変えています。多作では大組織の指導者を目指すにはあまりにも軽い名前だからね。大作となると、時代小説の主人公の名前に使われる立派な名前よね。この点でも自分の出自や経歴をよく見せたいとする池田大作氏の意図が現れているわね。池田大作さんは小説人間革命で自分の化身として英雄的な青年山本真一を活躍させています。しかし山崎氏に言わせれば、よくもまあ自分自身のことをここまで美化して書けるものだ、ということになるようです。確かにそうかもしれないわね。例えば池田大作さんの創価学会の入会シーンは、青年山本真一が座談会で詩を朗々と朗読するシーンが書かれている。しかし当日その座談会に出席していた竜利光さん、創価学会総務は、そんな絵空事はなかったと断言しているわ。懺悔の告発によると、池田大作さんは戦後の混乱期に定職もつかず、ブラブラとしていたが、川崎市から大田区を縄張りとする暴力団の手先となって、貸金の取り立てなどを手伝っていたらしい、と書いてありました。これを読んで、私は非常にショックを受けました。懺悔の告発には、さらに痛烈なことが書いてありました。あなたは少し休みなさい。私が読むわ。どうも、池田大作さんの入信動機はそんなにかっこいいものではなかったようね。M 女という学会員に惚れて、彼女に取り入るために入会した。その後、M 女に袖にされたが、金融屋をやっていた戸田情勢が、池田大作の貸金取り立ての経験に目をつけ、手代に採用した。と書いてあるわ。M 女を追っかけて創価学会にはまり込んだことが、池田大作さんにこの上ない幸運をもたらしたようね。戸田情勢さんといえば創価学会の第2代会長ですよね。そんな人が金融業をやっていたんですか？金融業ってどんな仕事なんですか？その点についても、懺悔の告発に詳しく書いてあるわ。お金を貯めている学会員から金を借り入れて、
氷で貸すものだったようよ。ちょっと前のサラ金みたいで嫌な感じですね。しかも学会員を利用してたなんて驚きです。氷で貸すというのがわかりません。この頃は貧乏な人が多かったでしょう。貧乏な人に氷で貸すなんて本当の宗教者ならできないと思います。人間革命の映画を見たことがあるんですけど、獄中の戸田上生さんが悟りを開くシーン、あれも池田大作さんの作り話のように見えてきました。戦後しばらく学会幹部はみんな氷菓子で食べていたのよ。懺悔の告発によると、戦後出国した戸田上生は、出版事業や金融業に手をつけたが失敗し、膨大な借金を負った。そこで創価教育学会を創価学会と改称し、再建を図る一方、学会員から金を集めこれを運用して手形割引などを行う金融業を営んだ。大倉商事といったこの金融会社は、泉悟氏、創価学会副会長が社長になり、池田大作、柏原康、中西春夫、森重公子、戸田上生の愛人らが役員であった。大倉商事と並んで東洋物産という会社があり、北条博第4代創価学会会長が社長で、やはり学会幹部が役員をして飯を食っていた。大倉商事は金持ちの学会員から金を集めて氷菓子を行い、東洋物産は大倉商事の担保流れの品を処理したり、会員に電気製品や鍋、釜の類を売ることを仕事としていた。創価学会の首脳の多くはこの2つの会社で養われていたのである。池田大作をはじめ創価学会の首脳全部が、この2つの卑しげな会社から足を洗って、創価学会専従職員として創価学会から給料もらって生活するようになるのは、池田大作が会長になってからのことである。創価学会の創創期の話は、とても興味があります。その頃の池田大作さんは具体的にどんな仕事をしてたんですか？戸田上生の下で、大倉商事の営業部長として貸金取り立てなどの才能を遺憾なく発揮していた。実はね、私、この頃の池田大作の写真を週刊誌で見たことがあるのよ。どんな風でした？革ジャンを着て、あんちゃん風だったわね。とてもまともな仕事をしてると思えないような感じ。生き仏と言われてるイメージと全く違うので記憶によく残ってんのよ。あの写真はこの頃の池田大作さんだったのね。懺悔の告白にはこうも言ってる。金集めもさることながら、取り立てもなかなかなものだったらしい。それこそ寝ている布団を剥ぐということもあったと言われている。彼が金貸し業でどれほど才覚を発揮したかということは、20代の若さで通常の給与の100倍近い所得を得て、札びらを切っていたことからもわかる。彼は、この金で、幹部たちを従え密かに次期会長の座を狙うようになった。次期会長候補には誰か他にいたんですか？石田次夫という人がいたわ。この人は石田幸四郎公明党委員長の実兄で、周りから次の後継者と目されていた。しかし、金の力で幹部たちをすでに支配していた池田大作にとって、彼はもう敵ではなかったのよ。この点について、懺悔の告白には、次のような記述が出てくる。池田大作は後になって、自分にバラ色の人生を与えてくれた金貸し業の仕事を、人に知られることを極端に嫌い、隠そうとした。彼は自分の金貸し業手代の頃の話を一度だけ私にしてくれたことがある。昭和49年10月頃、大石寺大山荘で今日は
飲もうと珍しく酒を何杯か飲んだ後、水割りを半分ほど飲んだ。その後雑談の中で、戸田先生の唯一の失敗は、私に金貸しのような汚い仕事をやらせたことだ。これなら後継者の人生経歴をそんなことで傷つけたりしないと言った。ちなみに戸田は石田継夫には一切そうしたことをタッチさせなかった。戸田は失敗を犯したのではなく、池田大作を創価学会の後継者と考えていなかったから、金貸し業に突っ込んだと見るべきであろう。革ジャンを着たあんちゃんがどうして生き仏になっていったのか、私にはちっともわかりません。確かに、そうね。はじめは暴力団の手先となって貸金の取り立てを手伝い、その後、戸田情勢の下で、その技術を磨いたんでしょう。その時、彼は人たらし術のようなものが自然に鍛えられたと思う。それが、その後の彼の人生に大きく役に立った。人たらし術ですか？例えばどんなものですか？そうね。人に好かれるテクニックとか、人を騙すテクニックとか、人を脅すテクニック。それは学んで身につくというよりも才能が大きいわね。池田大作さんはその才能に非常に優れていた人だと私は思う。その後は、金の力で幹部たちを支配して、第3代会長になったのは大きいわね。会長になれば学会に集まるお金はすべて彼の思うままに動かせる。さらに、懺悔の告白は、池田大作は、金と人事だけは絶対に人任せにしないのだ、と言っている。つまり、幹部も職員も池田大作のメガネにかなわなければ、昇給も昇進もおぼつかないことを骨の髄まで身に染みて知らされているということ。こうすることで、多くのごますり幹部が誕生した。その中には池田大作は生き仏だという幹部も出てきた。それを一般の学会員は会合のたびに何回も聞かされる。こうやって一般の学会員の頭は次第に洗脳されていく。そういったタイミングで池田大作の映像を見たりする。彼は生き仏のような演技をしてみせる。するとそれを見た学会員はすっかり池田大作に酔いしれてしまうことになる。こうして創価ロボットがどんどん作られていったと思う。実は、これは私の体験でもあるんだけどね。